こんにちは。伊豆の暮らし、犬との暮らしのひろこです。10月に入って朝晩はちょっと涼しいななんて思う日も増えてほっとしています。日中はまだまだ暑い日もあるんですけれど、スーパーで栗を見かけたりするとやっぱり秋は来たんだなっていう風に実感して嬉しいです。9月の半ばぐらいにいつも通っているスーパーで栗が売られているのを見ていたんです。それで来週買ってなんか栗のレシピ作ろうかななんて思っていたら、買おうと思った日にスーパーに並んでなかったんですね。それで近くにいた店員さんに今日栗ないんですかって尋ねたら、少々お待ちくださいっつって駆け足で他のスタッフの方に聞きに行ってたんですね。それで私もその後何気なくついてったら、その主任さんみたいな方がすいません、もう栗は置かないんですって言うんですよ。それでと思って、置かない、今日はないんじゃなくて置かないっていう言葉に疑問を持って、また入荷しますよねって私は聞いたんです。そしたらその方が、いや実は前に売っていた栗に虫がいてちょっとクレーム入っちゃってもう売らないことにしたんですって言うんです。それでちょっと唖然としてしまいましたね。何とも言えない気持ちになりました。虫でクレームが入って栗が売れなくなっちゃうんだって。私も虫は嫌ですけど、虫嫌いなどはもう友人の中でもよく知れ渡っていることなんで、相当の虫嫌いではありますけれど、でも買った栗に仮に虫がいたとしても、それをスーパーにクレームを言うっていうのは、その発想はないなって思って、なんだかもやっとした気持ちになりまして、それで本当は9月に作りたかったマロンのテリーヌが作れなくて、若干諦めていたところにたまたま寄った別のスーパーで栗がたくさん売られてたんですね。それでよかった、マロンテリーヌできると思って、そこのスーパーで栗を買って帰りました。で、虫がもしいたとしてもそれはそれで仕方がないと思って、水につけていつものように処理をしてたんですけど、結果的に私が買った栗には虫がいなかったです。よかった秋っていうとやっぱり芋栗かぼちゃなんて言われているように、栗をめでたり楽しみにしている人多いと思うんですが、実は私は大人になったある一定期間、栗がちょっと苦手っていうか苦手意識があって、勝手に嫌いって思い込んで避けていた時期があったんです。でその理由は、子供の頃に
栗を食べ過ぎたっていう理由なんです。うちは両親が大の栗好きで、当時は母がどのように入手してたのか全く覚えてないんですけど、スーパーで買ってたのか、あるいは八百屋さん行って買ってたのか、とにかくいつも家に栗があって、母が栗を蒸して、それを皮のとこにこうちょっと切れ目をピッて入れて、それをこう剥いてたんですね。で、剥くのめんどくさいから、そのうちこう半分にパーンってカットして、それをほじくって食べるっていうスタイルになっていたんですけど、最初はね美味しいなと思って食べてたんですけど、あまりにも食べ過ぎて飽きてきちゃったんですね。それでなんとなく嫌いっていう思いのまま大きくなっていったので、大人になってからも栗見てもあんまりこうときめかなくて、もちろん自分で買うこともなかったし、わざわざ栗のスイーツを作ろうとか、市販の栗のスイーツモンブランとかそういうのも食べたいっていう気持ちにもならずに月日が経ってたんですね。ある時、母がお友達に聞いたらしく、栗を使った和菓子を買ってきてくれてたんですね。中に栗が丸々1個入っている上品な和菓子を買ってきてくれていて、これ食べてみるって言われたから、じゃあちょっと食べてみようかなっつって言って食べたら、それがめちゃくちゃ美味しくて、で、あれ、栗ってこんなに美味しかったんだなって、今まで私食べずに何やってきたんだろうなんて思って、その時に。で、そこから栗への見方がガラッと変わって、栗スイーツ自分で買って食べたりとか、栗そのものを買って自分で作るようにもなりまして、去年まではモンブランを作るのがハマってたんですけど、今年はなんか違うことをやりたいななんて思ったら、マロンのテリーヌなんていいなって不意に思いついて、今回はホワイトチョコレートとほうじ茶風味の生クリームを入れてしっとり焼き上げました。これがね、なかなか上品なスイーツに仕上がりました。洋風の芋ようかんみたいな見た目と食感、味わいになりました。カットして冷凍しておいたんですけど、ガチガチにはならずにアイスみたいな感じになって、それはそれで美味しくて、このほうじ茶風味のマロンテリーヌは2度美味しいなと思った次第です。秋は美味しいものがたくさんあるので忙しいですね。作るのも食べるのも。さつまいもでもいろいろやりたいし、数年間食べてなかったかぼちゃも最近はレシピ制作で使うことが多くて、かぼちゃもやっぱり美味しいななんて思いながら、かぼちゃをあんまり食べなくなった話は別の機会にしたいと思うんですけど、秋目いっぱい楽しみたいと思っています。今日も見て聞いてくださって本当にありがとうございます。また次の V キャストでお会いしましょう。